はい、皆さんこんばんはです。では本日も、生配信の方を行っていきたいと思います。今回からですね、今回から、ゲーム実況の方を始めていきたいと思います。第1回、任天堂ゲームソフトを、全てプレイするという、すごい企画ですね。はい、皆さんこんばんはです。えあのー実はね、今日仕事だったんで仕事中にちょっと暇だったので仕事中にいろいろ調べてたら、この企画やったのはちょっと間違いだったかもしれないね。理由は任天堂のソフトね、意外と持ってなかったことに気がつきましたね。倉庫をなんだっけ確認しましたら70本なかったね。58本ぐらいしかなかったね。で任天堂さんが発売したソフトってあの400本以上あるんで、ちょっとやっちまった感がでかい企画でしたね。まあ頑張ってやりましょう。ということで、ではとりあえずなんだっけ、概要はとりあえず任天堂さんが発売したゲームは基本的に全部やっていきます。プレイですね。クリアをするのは不可能かもしれませんのでプレイするですね。でただなんだっけ、えーっとえっと生放送の概要欄に書いて置いたんですが、あのなんだっけ、映せないものはできません。例えばバーチャルボーイとか DS とかゲームウォッチとかで、なんだっけ、あとはなんだっけ、もう配信されてないもの、サテラビューとかああいうのもちょっと難しいですね。 64DD はいつか買いますのでお待ちください。64DD もはね、いいね、お値段するんでね、あれもいつか買えますので、いつかやります。ご安心してください。なので基本的に、映像が映せるハードをやっていきたいと思います。はい、皆さんこんばんはです。はい、皆さんこんばんはです。なのでみんな、全部やります。全部やります。任天堂さんのね、サテラビューはもう配信が終わっちゃってるのでね、ゲーム自体はもうできないのでね、それはちょっと難しいって話ですね。なので、プレイできるゲームをなるべくやっていくっていう話になってます。で今回は、お品書きとして、カラーテレビ15と、カラーテレビブロック崩し、あとファミコンのソフトをやっていきたいと思います。ただあまりこんばんはです。上手ではないのでね、それは皆さんご了承ください。その紙プレイとかはできませんのでね、それは、ご了承ください。紙プレイはねできませんのでね、あのなんだっけ、自分のおじいちゃんとかがね、バーチャルボーイは無理ですね。だからバーチャルボーイは無理です。バーチャルボーイ、猫さん概要欄に書いてありますよ。バーチャルボーイとか DS は無理ですね。だから無理です。直撮りはしませんのでね。直撮りしてなんだっけ、もし会社の資料とか映ってしまうとね、ちょっと会社が解雇されてしまうのでね。なのでバーチャルボーイとか DS はやりませんので、ご了承ください。バーチャルボーイありますよ。ちなみにバーチャルボーイは持ってるんですが、直撮りですが、バーチャルボーイ自体は改造しないと映像出力ができないらしいんでね。なんか任天堂さんのホームページに改造はダメだってみたいな記載が書いてあったんで、改造してまではやりません。ハードはあくまでも基本的な状態でプレイしますのでね、ご了承ください。ではプレイしていきましょうか。じゃあちょっとお待ちくださいね。今これからじゃあまずカラーテレビ15を映しますが、多分映らないと思います。調整、要はチューニングしないといけませんので、ちょっとカラーテレビ15をつないで調整、チューニングですね。ラジオコントロールなんで、なんだっけ、ちょっとチューニング、アナログチューニングしますんで、そうだ、音消しておきますね。そう、音消しますね。ちょっと音消さないと多分皆さんの鼓膜が破れてしまうので、じゃあ今ちょっとつなぎます。だからちょっと綺麗な状態につなぎますので、ちょっとお待ちください。よし。でスイッチ映ったけどなんかダメだな。ちょっと今映れば、猫さんナイスパーありがとうございます。ちょっと映ったけどダメなんでチューニングしますね。ちょっとチューニングします。
アナログなんで、アナログなんでね、ちょっとチューニングしないといけないんです。いじらないといけないんでね。ちょっとお待ちくださいね。今チューニングしますんで。これがね、昔のアナログをね、今映ってなるとね、大変なところですよね。ちょっとお待ちくださいね。あ、大丈夫か。いけるか。こんなもんか。はい、映りましたね。あれ、なんかでもぼやけてんだ。あれ、なんかぼやけてんだ。すいませんね。昔のやつを映すのが本当に大変なんで。こんなもんか。どうですか、こんなもので。こんなものでどうですか。はい、これがテレビゲーム15ですね。これが、1977年に、発売した、テレビゲーム15になります。テレビゲーム。音も出して大丈夫かな。これがテレビゲーム15になります。で、説明書ありますんでね。概要をちょっと話しましょうかな。概要。テレビゲーム15取扱説明書。名称の、発売は1977年です。1977年ですね。ちょっと画面暗いかな。ちょっと待ってください。今チューニングしますんでね。どうですか。明るくなりましたかね。はい。今画面のチューニングをしました。明るくなりましたね。これが1977年の、発売したゲーム。任天堂初のゲーム機ですね。任天堂初の。はい、こんばんはです。任天堂初のゲーム機になっております。ちなみに、三菱さんと共同開発だったかな。三菱電機さんとの共同開発になっております。で、テレビゲーム15の15って意味は、15種類のゲームができますので、そっか。それ書いときましょうか。どうやって映してるんですかっていうと、ちょっとお待ちくださいね。そっか。ちょっとじゃあこれあれか、小さくした方がいいか。ちょっとお待ちくださいね。どうやって映してるのか。ちょっとお待ちくださいね。書いといた方がいいですね、確かに。だから RF ですね。こんな感じです。こんな感じですね。コナミの、なんだっけ、20何年前だ ?20、もう30年近く前に発売した、コナミさんが発売したセレクターを使って、RF ケーブル、RF の出力をコンポジットに変換してます。コンポジットに。なので、そのコンポジットを今画面に映してるって形ですね。でもちろんこれ電源も入んなかったし、なんだっけ、映らなかったんですが、修理してね、今映るようになっております。で、15種類のゲームができます。で、基本的に2プレイヤー必須ですね。だから基本的に2人でやるゲームになっています。2人で。で、まず切り替えボタンがありまして、今これラケットが小さいですね。今。変な音がするのは多分ね、アナログの音が入ってますね。多分アナログの音が。で、これ切り替えると、皆さん、こんな感じで。これ、切り替えスイッチをやると、こんな感じで。ラケットが大きくなります。で、球を高速にするか低速にする。で、今これダブルスですね。これダブルス。で、これシングルですね。これがシングルになります。これが。で、じゃあやっていきましょうか、早速。15種類のゲーム。まず1つ目。テニス A ですね。テニス A。ボールはサイドラインで反射され、
コートの外側に出ると、得点されます。さあ、じゃあテニスやっていきましょうかね。あれあれなんだこんな感じです。こんな感じ。懐かしいよ。こんな感じですね。こうやったらお互いに打ち返すって感じですね。こんな感じです。これがテニスですね。これ意外と一人でやるの結構難しいな。これはポンテニスってやつですね。ポンテニスだからこれがね派生してブロック崩しになったんですね。 CPU は積んでませんね。これは CPU なしです。電気回路ですね。電気回路 CPU は搭載してません。 CPU はでこれが、今マジ始まっちゃったこれが、テニス A ですね。次がこれがテニス B ですね。テニス B は、ボールをサイドラインで反射させコートの外に出すと得点されるらしいです。やってみましょうか。これはテニス B ですね。ちなみにこれ球遅いでしょ。これ球はこれ今低速でやってます。球の速さは高速モードもあります。はい、はい、世界は平和になりましたね。世界が平和になりましたね。これが世界のバランスですね。均衡してます今今これはねどちらが動くかで世界が均衡してますよこれどちらかが動けば、どちらかがやられるでここで球を高速してみましょうか。球を高速。はい、これは高速ですね。これは球が高速モードですね。冷戦ですね。動いたら負けますよこれ。動いたらこんな感じですね。こんな感じで高速だとこのぐらいちょっと待って、おじいちゃんじゃついていけないんだけど。ちょっと待って、やべえ、これ高速はまずいな。高速はおじいちゃんがついてちょっと待って低速だ。低速以上ダメだ。おじいちゃんついていけないって。あの反射神経はねちょっと無理だよ本当に。やばいって速さは。こんな感じです。これが、テニス B ですね。じゃあ次はホッケー A ですね。次は、これがホッケー A ですね。わかりますか。相手のエアホッケーなんでここに入れれば勝ちですね。相手のこっち側にこんな感じで入れれば勝ちですね。これほらゲームセンターとかでやったことあるんじゃないかな。物理的なエアホッケーをこんな感じでエアホッケーですね。これもね当時ねなんだっけほらゲームっていうのはまだ全然なかった時代なんでこれがねあるとね私はこれ当時なんだっけ社長のなんだっけ当時の社長今の社長じゃないけど違う企業の社長宅で社長のお坊ちゃんとやりました。これは社長のお坊ちゃんとやりました、これちなみにボリュームコントローラーね。ボリュームコントローラーでボリュームを絞ってなんだっけ動かすっていう本当にあれですねアナログなゲームになってますね。で次はホッケー B ですね。ホッケー B は、左右にゴールを持ったコートでプレーが行われ敵味方が交互に配置されるって仕組みですね。ホッケー B、 これがホッケー B ですね。ホッケー B、 さっきよりもシンプルになってますね。だから本当になんだっけ邪魔なものがない状態ですね。邪魔なものが。ちなみにこれダブルスもできますよ。これがダブルスですね。よりなんか複雑になりますね。ダブルスになるとより複雑になりますね。こうやってだからなんだっけダブルスは要は壁ができるって感じかな。二重に壁ができるんで難しくなるってことですね。こうやってこれがダブルスですね。こんな感じで意外とねこれね2人でやると意外と面白いよ
ね、これ意外と2人でやると面白いんだまだ。じゃあ次はバレーボール A ですね。バレーボール A をやっていきたいと思います。バレーボール A、 これがバレーボール A ですね。どこがバレーボールだってね、どこがバレーボール要素って思った方はね、あまり気にしてはいけませんね。バレーボールです。これがバレーボールですね。球速くねえかこれ。あれ低速なんだけどなこれ。これがバレーボール A ですね。ちょっと待って、おじちゃんの反射神経が追いつかねえんだけど。やばいなこれ。ひどいああ、これ真ん中やべえなこれ。真ん中が不規則すぎてどう打ち返していいか分かんねえなこれ。あれこれ微妙にあれ微妙にこれ難しいぞこれがバレーボール B ですね。次バレーボール B ですね。これはバレーボール B はシンプルですね。これバレーボール B はシンプルになってますね。 B はそう真ん中はネットですね結局は。これ今やってもさ、なんか2人でやったら意外とさ、なんだっけ燃えると思うよこれ。シンプルだからなんだっけ、ほらアーケードにあったエアホッケーとかと一緒で、意外とねこれなんだっけ、2人で真面目にやったらね今も面白いと思うよこれ。多分面白いっていうか喧嘩になりそうだなこれ。本当になんだっけ複雑な操作がありませんからね。ボリュームコントローラーで絞って打ち返す、跳ね返して打ち返すってやつなんで。こんな感じです。で次が来ましたね。次、ピンポンですね。はい、次はピンポン。画面が見えねえあれピンポンの画面が見えねえ。あれ落ちた。ピンポンですね。はい、ピンポンですね。ピンポンそんな軌道のピンポン、下がピンポンの台ですね。下がピンポンの台ですね。ダメだよみんな。なんだっけ、卓球と全然やってること違うんですけどっていうツッコミなしですからね。ねこれがなんだっけ、テレビ15版のピンポンですからね。まさにエクストリームピンポンですね。エクストリームピンポン。空中でなんで球が軌道が変化してるのかっていうのは、魔球ですね。魔球。下が台とネットですね。台別に台につかなくていいですからね。ちなみにこれなんだっけ、最高難易度でやる場合にはどうしたらいいのかっていうと、球を高速、しかもラケットを小さく。さあ来ました皆さん。はい、これが最高難易度ですね。皆さん見てください。当てる部分が、超小型で球が速い。もう私の反射神経ではついていけませんね。これでやるのがプロですね。これでやるのがいいじゃねえかなこれ。当時の子供もできたのかねこれ当時の子供もできたのかねこの難易度は。これできるのかなこれできんのかこれ15で取ったんでね、これが最高難易度ですね。そう、ニュータイプ育成マシンですね。はい、で最後、今14種類のゲームやったんですが、最後に、15番目これですね。15番目これが射撃ゲームですね。横に飛んでいる来てるやつを弾を当てるっていう、これが唯一の一人モードですね。一人モード、弾を発射して当てるって感じですね。こんな感じで意外と難しいな。今のもダメなのかい。こんな感じか。でこれ今画面の色が変わってるのは接触不良ですね。あれここか。当たりました。なるほど、分かった。この辺か。ほら
あれ今のダメなんだ。今のダメなんだ。この辺か。あ、当たりましたね。大体パターンが分かれば簡単ですね。簡単ですね。簡単ですねって言ったらには外れてますよね。あれ今のもダメなのか。もうちょっとか。この辺か。はい、こんな感じですね。あ、今のは早すぎなんですね。まあ、これが唯一の一人モードってやつですね。はい、こんな感じでした。あ、これが砂嵐ですね、皆さん。今、音がしてますよね。今のが砂嵐ですね、今のが。今のが砂嵐の、アナログのやつです。はい、こんな感じでした。面白かったですかね。あまりテレビゲーム15は、なんだっけ、見せどころがないのでね。こんな感じになってます。あ、そうだ。これは当時1万5000円です。1万5000円。で、今にしたらいくらぐらいなんですかって皆さん多分、なんだっけ、疑問だと思うんですが、プレステ5ぐらいです。あの、当時の値段で言うとプレステ5ぐらいです。で、多分それを聞くと皆さんは多分、なんだっけ、若い方々とかは、ぼったくりじゃないかと思うと思うんですが、当時はまだこういう電気回路のゲーム機がなくて、あとはこれメイドインジャパン、全部日本で作ってるので、まあ、本当にお金持ちの家とかね、そういうところで置いてあったゲームなんですね。あ、でも皆さん、これ注意点ですよ、皆さん。注意点。1万5000円っていうのは、それでも安かったんですよ。安かったの。なんでかっていうと、海外製のゲーム機も当時あったんです。ポンテニスとか。あれは、関税、税金かかっちゃうんで、日本で販売すると4万円、5万円だったんですね。当時で。当時で4万円、5万円。ということは、単純にこの3倍なんで、プレステ3が3台買えますね。だから10万以上したんですよ。当時のゲーム機っていうのは、簡単に言うと今にしたら10万以上15万ぐらいしたってことですね、結局は。だからこのテレビゲーム15が売れたのは理由が2つあって、これカラー、見て分かるとけど色がカラーなんですね。当時のゲーム機は白黒が主流で、このゲームはカラーですね。カラーで、カラーでしかもなんだっけ、1万5000円っていう、なんとかその日本人の一般サラリーマンとかでも買えそうな値段だったので、大ヒットしたって話ですね、結局は。なのでかなりこれは普及はしました。かなりの普及が。だからなんだっけ、当時の結構なんだっけ、いいなんだっけ、なんだっけ、ちょっとお金持ちの家庭には必ずあったっていうぐらい普及しましたね、本当に。はい、ということでした。はい、こんばんはです。どうですか、面白かったですか。これがテレビゲーム15になっております。テレビゲーム15に。そうですね。はい、じゃあ次は、さっきの音聞こえましたか。これアナログチューナーなんで、電源切ると、ちょっと皆さん、ちょっと音量低くしてくださいね。電源切ると、こんな感じで砂嵐がなります。砂嵐の。これはアナログチューナーの特有のものですね。これが。反映されてますよ、コメント。コメント見えますよ、コメント。大丈夫ですよ。こんな感じです。こんな感じでした。では、次は、じゃあ、これよりもっとゲーム性の高い、テレビゲーム、ブロック崩しをやっていきたいと思います。じゃあ次はテレビゲームブロック崩しですね。ブロック崩しをやっていきたいと思います。これもちょっとチューニングしないといけないので、ちょっと今接続しますが、ちょっとお待ちくださいね。アナログのチューニングしないといけないんでね。だから映るんですが、ちょっと汚いと思いますので、映像をチューニングしますんでね、ちょっとお待ちください。よいしょ。あれ、映像映りますよ。映らない映らないのでちょっとチューニングしますね。今チューニングします。ツイッター戦でありがとうございます。今チューニングしますね。チューニング、映像映ってないと思う。はい、映りましたね。はい、これが、テレビゲーム、ブロック崩しですね。ブロック崩し。どうですか皆さん、これがブロック崩しですね。ちょっと暗いかな。ちょっと明るくしましょうかね。
こんな感じですかね。はい。じゃあこれが、大ヒットした、任天堂が発売、1980年だったかな。じゃあ79年か、80年は違う、あれだ、インベーダーだ、それだ、テレビベーダーだ。これは79年に発売した、ブロック崩しですね。ブロック崩し。これは、なんだっけ、これ1万5000円しなかったな。1万4000円ぐらいだったかな、確か値段が。これはね、大ヒットしました。これはね、めちゃくちゃ大ヒットした。30万から40万ぐらい売れたはずだな。これはブロック崩しはこれ見たことあるんじゃないのかな、皆さん。ブロック崩しは。これはかなり大ヒットしたゲーム機ですね。ちなみに昔はカセット交換式がまだ珍しくて、この頃は基本的に単一ハードには一つのゲーム、ただ一つっていうかそのゲームのセレクトがいくつかできるっていう形ですね。で、このブロック崩しにも、6ゲーム、なんと6ゲームありますよ皆さん。6ゲーム、これが1ゲーム目、2ゲーム目、3ゲーム目、4ゲーム目、5ゲーム目、6ゲーム目って感じですね。6種類のゲームがあります。6種類のゲームが。そうで、今、上の00っていうのは得点です。得点と最高得点で、7っていうのは残機ですね。残機だから残機は変更できます。7、リセットか、これ3、5、7ですね。こんな感じで、残機は、設定ができます。残機の方は。だからイージーモードは7ってことかな。イージーモードは7で、ノーマルが5で、ハードモードが3機ってことですね。じゃあ一個一個やっていきましょうかね。これは私はなんだっけ、当時は借りてやったのかな。これは当時はなんか当時周さんやりますって言われて借りてやったやつですね。まず一つ目、ブロックアウト。一般的なこれ一般的な、ブロック崩しですね。簡単にブロック崩していくやつですね。で最高得点が784点になってます。最高得点が。ではやっていきましょうかね。じゃあ始めていきます。音出さないとね。音出します。じゃあ音が出ると思いますので、始めていきます。懐かしい音ですよ。はい。いいねこれね、さっきのやつの応用ですよね。さっきのテレビゲーム15の応用ですよね。すごい地味な放送だ大丈夫かなこれ大丈夫かな。やっちゃった。この放送大丈夫？ちょっと待って。令和の時代にこんなことをやってて大丈夫かな。大丈夫ですか皆さんなんだこの放送ってはい、これ大丈夫かな。なんかちょっと変な汗が出てきたんだけど、この放送大丈夫かな。この放送大丈夫かな。ちょっとね、今令和ですよ皆さん。令和ね、令和の時代にこのゲームは大丈夫かな。令和の時代にね。やべ、絶対になんか間違ってるってコメント書かれても何も言い返せないんだけど、ね、早くなった。ブロックでしょ。面白いよね。大山信代さんがうまかったらしいですよね。大山信代さん。前のドラえもんの声やってた人ですね。うわ、なんだ。急に速くなるのか。そう、これがね、ブロックアウトですね。ブロックアウト。で、次、2番。2番やってみましょうか。2番。2番は、イージーモードです。これ、イージーモード。これはさっきの、ブロックアウトが難しいっていう方のための、イージーモードです。イージーモード。じゃあ、イージーモードでやっていきましょう。これ、イージーモードですね。ブロックが少ないし、なんだっけ。まずはこっからやっていってことですね。すごいすごいねえ、技ですね。ちょっと待って、急に速い。ダメだよ。急にこのゲームはやばい。これクリアできないよ、多分。おじちゃんの反射神経では多分無理じゃないのかな、これ。あれ？ごめん、今素でミスりましたね。
何がイージーモードだよ本当にね。あれ今なんかスルーしなかったね。何がイージーモードだよ本当にね。どっかのさシューティングゲームみたいにさイージーモードかっこハードモードみたいになってんじゃないか本当に。あー難しいな。なんだっけ、結構やっぱ若い人じゃないと無理じゃないかなこの辺は。やべダメだダメだダメだ。じゃあ次3ですね。はい、ブロックセーブ。これは皆さん見ていただくと分かりますが、おじいちゃんモードです。要はほら下になんと守りが入りますね皆さん。下に守り、要はピンボールとかで1回はなんだっけミスを帳消しにしてくれるっていう、さらにイージーのイージーモードですねさらに、イージーのイージーモードです。だから下に当たっても1回は防いでくれるってことですね。じゃあやっていきます。このぐらいのスピードでやりたいですねこのぐらいのスピードだったらついていけますよ。このぐらいのスピードだったらついていけますよ。これ微妙にこのボリュームコントローラーも難しいね。なんか速くなってきちゃったね。速い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 よ速いよスレッカーさん速いよ速すぎるよ速いって。すげえ実況やってないんだけどごめんなさい、ちょっとね実況ができないぐらい集中しないとこのゲームは無理じゃないかなね、手に汗握るね。今廊下はめっちゃ寒いのに私だけなぜかすごい汗をかいてますよね。なぜかすごい汗をかいてるんだけどね。他のコンピューターは全部電源切ったはずなのになぜかすごい汗をかいてるんだけどなんでなんだろう。なぜか手に汗握る今こんな感じこんな感じでミスると下のブロックが消えていくって感じですね。早いってついていけないって。早いよ早いよ。やばいやばい。でこれまだボリュームコントローラーだからいいですよね。アナログなボリュームコントローラーがまだねセーフティーモードのはずなのになんで急に速くなった。多分あれか、上に行くと速くなるのか。これも難しいな。でもちょっとクリアしたいね。いけるか。やばい。やったあれなんか小さくなっちゃった。あれ上を破壊したからラケット小さくなっちゃったのか。ラケット小さくなるのはちょっと困るな今の速さはついていけないでしょ。よし。そうか、上をあれやっちゃうとちっちゃくなっちゃうのか。いやー、このラケットの大きさはまずいぞ。このラケットダメかやっぱり。はい、ということでした。ちょっとやっぱおじちゃんでは難しい。難易度高いな。で次ゲーム4。これが、ブロックスルーですね。これは
簡単に言うと、タイマーですね。タイマーがストップされるまで、タイムアタックですね。タイムアタック。タイムアタックになります。タイムアタック。だから、時間制限中に、ブロックを破壊するっていうモードですね。こんな感じ。タイムアタックですね。こんな感じです。だから、いくらでもこれはいいんですよ。いかにして早く、ブロックを消すかってやつですね。なんだっけ、いかに、短時間でブロックを削すってやつですね。あ、ミスっちゃった。このタイマーの音もまた懐かしいですね。難しいな。残りのちっちゃいのを消すのは難しいね。よし、もうちょっと。よし、あと1個。やった。はい、こんな感じ。あとね、初めてクリアしました。4分497秒ですね。こんな感じでクリアしました。これが、ブレイクスルーっていうタイムアタックですね。タイムアタック。で、次が、こちらですね。これが、ブロックライターですね。ブロックライター。簡単ですね。点滅してる部分にボールを落として倒すってことですね。点滅してる部分に。点滅してる部分にボールを当てるっていうゲームです。よくありますよね。ブロック寿司とかで。だまず上を狙っていくって感じですね。なかなかいきませんね。なかなかいきませんね。ああやばい。このなんかアルカノイドとかのアルカノイドとかのアイテムがさ、本当になんだっけ、いかにお助けアイテムかって分かりますよね。このゲームはそういうお助けアイテムとか一切ありませんからね。ああ、早いな。早い。あちょっと待って。もうちょっとだ。ねえ、もうちょっとだ。よし、いけいけ、忌まわしき記憶とともに。あもうちょっとだ。あと反射して、上に行けば、OK ですよ。ね、行け上に行け。ちょっと待って、ちっちゃくなってる、ちっちゃくなってる。ちっちゃくなってる、ちっちゃくなってる。まずいって。小さくなるのはダメだって、小さくなるの。あ、いけるか。ちょっと無理でしょ。難しいな、本当に。ね、あ、いったあと2個だった。という感じです。あと2個ですね。あと2個破壊するとクリアってやつですね。で、次。これが最後ですね。ブロックキラー。これも時間制限ですね。これも時間制限中に、破壊すれば OK というやつですね。これもタイムアタックです。タイムアタック。時間制限中に点滅してるブロックを破壊するっていうやつですね。時間制限中にあともう1個ですね。あと1個。結構難しいな。なかなかいかないね。あれなかなかあれだね。当たらないね。いったか。あれなかなか残り1個にいかないな。これどうだ。どうだ華麗にスルーですね。あれ残り1個がダメだな。当たらないな。どうだこれどうだ。
あれ残り1個がなかなか当たらないな。あ、これもう消えませんね。あ、はい、OK です。はい。はい、これでクリアです。これで。なんだっけ、今、黄色のブロックは加速でしたね。そう、加速だけですね。なので、これでクリアという形です。どうでしたか？これが、1979年に発売した、ブロック寿司になっております。ちょっと画面がね、ぼやけてるのは、ご了承ください。昔のアナログの、ものを使ってましたので、ね、ちょっと画面が、ぼやけてたり、ちょっとなんか、ノイズが入るのはね、ちょっとご了承ください。はい、どうでしたか？面白かったですか？どうですか？面白かったですか？というか、テレビゲーム15とブロック寿司40分ぐらいで終わっちゃったんだけど。じゃあ、あとはファミコンになりますかね。じゃあ、あとはファミコンの方をじゃあやっていきましょうかね。ファミコンの方。じゃあ、ファミコンの方をやっていきましょうか。ちょっとお待ちくださいね。今、ファミコンの方につなぎます。ファミコン2番。よし。じゃあ、ファミコンの方はなるべくクリアをしていきましょうかね。じゃあ、まずは、あれか。これか。まあなんだっけ、意外とブロック寿司とかは今でも通じますからね。今でも。はい、じゃあまずあれですね、マリオブラザーズですね。じゃあこちらをやっていきましょうか。マリオブラザーズ。ちょっとあれかな、リセットしましょうか。懐かしいんじゃないですか、マリオブラザーズ。はい、じゃあやっていきましょう。これは簡単に言うと、下から、敵を叩いてひっくり返ったやつを、あんな感じで倒していくっていうゲームですね。そう、これが要はなんだっけ、後につながるスーパーマリオブラザーズとか、そういったものの元ですね。だから今のほらノコノコとに近いキャラクターとかも出てますね。ちょっとお待ちください。画面の明るさをちょっと調整しましょうか。ちょっと画面の明るさをちょっと調整します。これだとちょっと暗いのかな。これだとちょっと暗いのかな。こんなもんかな。さあ、じゃあこんな感じでやっていきたいと思います。じゃあ始めていきましょう。これがファミリーコンピューターの、マリオブラザーズになります。では始めていきたいと思います。ちなみに、今回はAV 仕様ファミコン、ニューファミコンですね。ニューファミコンで、プレイしていきます。じゃあ始めましょう。懐かしいな、ね、この音楽ですね。じゃーじゃじゃーじゃじゃららららですね。じゃーじゃじゃーじゃじゃらららら。はい、これはテクニックですね。これテクニック。ギリギリでギリギリでああやるとなんだっけ、あと落ちてくるっていうテクニックですね。こうやって、これテクニックです。これテクニック。今のテクニックですね。これがギリギリでやるとあと落ちてくるんですね。確かなんだっけ、13面までがなんだっけ、一つなんだっけ、13面だからなんだっけ、13面まで一応やりましょうか。いけるかね、13面まで。それが今一番問題かな。13面までいけるかな。これはよく甥っ子とやりましたね。これタイム中に全部取るってやつですね。間に合うか、間に合うか、間に合った、やったぜ。画質はね、限界まで上げてます。あ、そっか。これね、そっか。皆さん画質があれか。画質がすごいいいと思ってる方多いでしょ。これは、
どうやってここまでやってるんですかっていうと、これは皆さんの持ってるAV 仕様ファミコンと一緒です。AV 仕様ファミコンと一緒です。で、どうやってここまで画質を上げたのかっていうと、なんと、全ての配線、全ての電子機器にノイズをカットするものを全てつけました。それだけでなんだっけ、ゲームソフト1本買えるんですけど、全てにノイズをカットするものをつけました。ノイズキャンセラーですね。全て配線の一本一本までノイズキャンセラー全部つけました。さらに今なんだっけ、映してる画像を画質を調整するフリーのソフトがあって、通常の映してる画面をなんだっけ、明るさコントラストとかを調整して今限界まで画質を上げてます。そう、ノイズフィルターをつけて画質を明るくしてるんで綺麗に見えるっていうことですね。なんだっけ、皆さんの持ってるハードも頑張ればここまでできますよ。頑張れば。はい、じゃあ次はフェーズ4ですね。水道の確かにでも同じかな。水道のフィルターとかと一緒かな、本当に。なんだっけ、ほらハードの改造は任天堂さんが NG って言ってるんで、だったら改造しないでどこまでできるかっていうのをちょっとやってみたいのでね。なのでこれが多分改造しないでやる限界ですね。パワーブロック使って、パワーブロックはほら最終ね、最終ね、敵が出過ぎちゃって危なくなったら使えます。パワーブロックは。パワーブロックはもう敵が出まくって、やばい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 、ちょっと真面目にやばい。ダーシュ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 、あれ、やばいやばい、敵が。よし、危ねえ危ねえ危ねえ、今本気で危ねえ、ね、今危なかった。どっちから来る？こっちからか。やばい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 、炎があれはね時間経過出んのかな、時間経過で。危ない危ない危ない。ちょっとあれだね、余裕持ってやろうとするのはダメだね。余裕持ってなんだっけやろうとするのはね絶対ダメだってのが分かってきた。ここはほら敵があれですね、一気にいっぱいいろいろ出てくるステージですね。カニさんが早いよね。危ね、カニさん多いね。よし、カニさんがボスですね。どっちから来る？こっちから。すごい。よっしゃ、やりましたね。このゲームも2人でよくやってました。これがちょっとあれで早いですね。そこ動きがほらちょっとジャンプしてるんでちょっと掴みづらいって感じですね。もちろん着地中じゃないとダメですよ。着地じゃないと。これ正式名称なんて言うんだろう。これハエ俺当時甥っ子とハエって言ってたけど、これは正式名称何なんだろうね。はい、クリア。うまいでしょうまいでしょ。これはね結構やってましたね。このマリオブラザーズはねなんだっけ、甥っ子と喧嘩しながらやってましたね、よくね。おじさん違うって言ってねね、よくパワー使って甥っ子にめっちゃ文句言われてましたね。やばいやばい、無理か、下でやるしかないか。どっちかそっちか。よし、あとカニだけですね。カニさんどっちからだ？こっちから。やばいやばいやばい、やばい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 危ない危ない。いいか危ない危ない。敵のラスの速さがすごいですからね。ボーナスステージですね。ここは氷滑りますね。ここは氷なんで滑ります。こんな感じで。これ間に合わないかな。いけるか。やりましたやりましたやりましたね。
さあいよいよフェーズ9ですね。ステージ9。おしょ、あったーそれはないだろおっかさんですね。それはないだろおっかさん状態です。そう、ほらあんな感じであいつ凍らせるんだよ。やばい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 、間に合うか。よしそうアイス、そうこれはアイスクライマーですね。そう、いや難しくなってきたね、さすがに。またか。よし、カニさんあ、危ない危ない危ない。あ、よし、あ、危ない、危ない危ない危ないこれ以上は凍らせる。やばいやばい、ちょっと待って、ちょ待てよ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 カニさん、カニも来るわ、炎は来るわ、カニは来るわ、炎は来るわだよ。なんとか13ステージまで行きたいね。じゃあ使いましょうか。そうそう、パワー使いましょうか。パワー、あ、でもカニやるとパワー使えないか。よし、カニさんどっちだ。ちょっと待ってそれひどくねえか。ちょ待てよちょ待てよずいぶんみんな殺しにかかってるね。マリオさんを殺しにかかってるね、ずいぶん。危ない危ない。であいつはこっちか。危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。使いましょうか。よしあとね、あと13までいけばあとループじゃなかったか、確か。あとループ確かだから13まで行きたいですね。13まで行くとは確かループだったはずだ。ちょっと待って、そうきたか。カニさん、やったぜ。あとカニさんどっちだ。こっちか。次、今カニさんジャンプしたぞ。いけー。はい、やったー。13まで来ましたね。いやー、やった。はい、ボーナスステージ。あとはループじゃなかったかな。これ以降は確かループですね。間に合わないか。間に合わなかった。ちょっと今滑っちゃったね。今ちょっと道間違えましたね。ノーボーナス。はい、こんな感じで、あとはループですね。あとはループになってます。あとはまあループって言ってもその同じじゃなくて、難易度がちょっと上がってるって形ですね。難易度が上がってるだけで、あとはループ。基本的になんだっけ、繰り返しですね。やばい。ちょっと待って、他に間に合うか。なんとなくね、やられると思った。
オリちゃんをまず測る。で上にカニかます。あららら、取っちゃった。あー、ここ凍るのまずいな。ここ凍るのはすごいまずいな。うわー、これきついな。2番目凍るのはちょっとまずいね。2番目凍るのは。よし。あ、間違った、間違った。間に合うか。よし、間に合いました。やりました。次ステージ15ですね。これちなみにステージ100以上ありますからね。これ上手い人は本当にステージ100とかを永遠にループしますからね。まあ、私たち残念はそこまで上手くはないんでね。お許しください。これやり込んでる人すごいよね、ほんと。これやり込んでる人はね、本当になんか信じられないぐらいうまいからね。よし。はい、こんな感じです。こんな感じで一気に 2体倒してやると安全ですね。間に合うか間に合うか間に合うか。違いで間に合わない。違いで間に合わない。あー、間に合わない。危ない。あ、やばいやばいやばい。あ、やばいやばい。あとはハエだけです。あとハエ。あ、またカニさんもいるのか。やばいやばい、本気でやばい。あのカニのスピードはやばい。あのカニのスピードはいろんな意味でやばい。ちょっと待って、じゃあやばい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 。はい、ゲームオーバーですね。ゲームオーバー。そういう感じでした。面白かったです。これがマリオブラザーズですね。マリオブラザーズ。どうでしたか？まあ、私の久しぶりにやりましたね。久しぶりにやったけど、まあまあ進めましたね。意外といけたもんだね、意外と。はい、面白かったですか？じゃあ、この次はもちろん、やりましょうか。では、やりましょうか。伝説のね、マリオブラザーズやったってことは、あ、ごめんね、ドンキーコング見つからなかった。ごめん、倉庫探しに行ったんだけど、ドンキーコング見つからなかったんで、ドンキーコングは、買ってきます。ごめん、ドンキーコングなかった。あ、他のドンキーコングはあった。他のドンキーコングはあった。さあ、来ましたね。さあ、クリアできるか。ね、さあ、これガチでやるのはものすごい久しぶりなんで、クリアできるか。さあ、説明書もありますんで、説明しましょうか。これがスーパーマリオブラザーズですね。で、ストーリーの説明したいと思います。ストーリーの説明ですね。キノコたちの住む平和な王国に、ある日、強力な魔法を操る大亀クッパの一族が侵略してきました。おとなしいキノコ一族は皆その魔力によって岩やレンガつくし島に姿を変えられてしまい、キノコ王国は滅びてしまったのです。これ言ったこと分かりますか皆さん。ワープ使います、もちろん。つまりこれ岩とかレンガとかみんなこれキノコ王国の住人なんですね。このキノコたちの魔法を解き蘇らすことのできるのはキノコ王国のお姫様ピーチ姫だけ。彼女は今大魔王クッパの、手中にあります。マリオは亀一族を倒してピーチ姫を救出し、
再び平和なキノコ王国を築くため立ち上がりました。テレビの中のマリオはあなたです。このアドベンチャークエスト、遠征で、完結できるのはあなただけなのです。ということです。これがスーパーマリオブラザーズ、1のストーリーですね。さあ、じゃあ、ワープを使ってクリアしましょうか。じゃあ、ワープを使って、クリアします。ただ、皆さん知ってる通り、もう私もいい年なんでね、反射神経がついていけるかどうか不明なので、ただ、コンティニューは無限にできるんで、いつかクリアしましょう。なんぼだっけ、数千万本売れた、なんだっけ、長らくこのゲームが世界一番売れたゲームだったんだよね。長らくずっと。6000だっけ ?7000 だっけ。はい、じゃあ始めていきます。ね、懐かしい。やーべえ、この、ね、やりましたよ、これは。これはね、当時もやりまくりましたよ。いいね、この、BGM もいいし、SE も最高ですよね。このゲームはね、ほんと素晴らしいよ。やばい。クリアできる気がしない。やばい。こんなところで、なんだろう、クリアできる気がしながらしてたんだけど。クリアできんのかな。なんかすげえ怪しいんだけど。ね、このスターの音楽もいいですね。ちなみにこのマリオのデザインは、宮本さんですね。後のなんだっけ、ゼルダとかを作った宮本さんが限られたドット数で表現するために作ったのはヒゲの生えたおっさんっていうことで、このマリオですね。で、配管工っていう設定なんで配管工なんですね。住民壊れるですね。いい BGM だよね、本当に。今聞いてもいい BGM ですよね。で、これ真ん中踏むと高得点ですね。これ、はい、今見ましたが400点入りましたね。あれ、真ん中踏むと高得点ですね。真ん中踏むと。これはみんなもやった人多いんじゃないかな。これは当時のファミコンとかやった人だったら間違いなくやったゲームだからね。ファミコン持ってる人でやってない人の方が珍しかったんじゃないかな。これ見てください。あれ取れないでしょ。あれ取り方教えますね。これ三段跳び。これ三段跳びですね。あれが取れるんですね。今のは三段跳びですね。無限ワンナップは意味がないですね。なんだっけ。どっちみち最後は、なんだっけ。ファイヤーマリオでいかないと、なんだっけ。意味がないですね。なんだっけ。死んじゃったら、潔く、コンティニューした方がいいです。で、この上が、ワープゾーンですね。その前に、まず、恒例儀式ですね。はい、恒例儀式。はい。こっちか。はい、恒例儀式ですね。はい、当時、絶対に多分子供たちがやったと思う、恒例儀式ですね。はい、なんか、何か光ってますね。ね、誰か YouTube にバンされねえかな。ね、今一番俺が怖いのはさ、今 YouTube にバンされねえかな、これ。ね。で、このね、輝くね。輝く。やめようか。こんなんでバンされたらさ、なんだっけ、みんな苦笑いするからね。で、ここで、進んでいきます。マジかマジかやっちまった。さあ、皆さん、これが、なんだっけ、下手くそな男の末路です、皆さん。ね、あんなとこでダメージ受けてるようでは、クリアできねえじゃないかな。これはどうする。
あマジか、スルーしちゃった。確かここにあったよね。あった。ちょっと待って、行かないで行かないで。あとはあれか、ゴールか。ちょっとひでえな、このトゲの配置はひでえな。よし、あ、ここでちょっとテクニックですね、テクニック。これこっから普通にジャンプしたらつまんないんで今の本当はね、降りて上から降りてダッシュして2000点か5000点を取ろうとしたんだけど大失敗しましたね大失敗しましたね。こうやってかっこつけようとすると大体失敗するってオチですね。危ない危ない危ない。あ、いいか、危ない危ない。でここにファイヤーですね。で確かこの辺だっけ。ありました。ほらこれ隠しですね。でここがワープゾーンですね。ここがワープゾーン。これ注意しないとね。ここ注意しないと。これ2つ目だけで、ここだけをやってワープゾーン。ワープゾーンですね。そう私もね指の動きがついていかなくなってますね。さあでこれ早いですね。はい、皆さんね、あれランラランランララン意味のない行為ですね。ランラランランララン、スキップですね。スキップマリオです皆さん。スキップマリオ。なんか意味あるんですかとかいうご質問はダメです皆さんね。何の意味もないですから、ね。さあ、ワールド8ですね。ワールド8。さあいよいよ最終ワールドですね。ワールド8。そう、ジャックの豆抜きですね、元ネタ。さあこっからが大変ですよ。こっからがまずこのステージは基本的に時間が足りないですね。なので急ぎます。このステージはね基本的に時間が足りないんですよ。時間がで確かここにワンナップあったな。これですね、ワンナップ。あれあ、こっちか。ここはねゆっくりしてるとタイム切れになりますね。タイム切れ。ここはね時間がねすごい足りないんですね。ギリギリなんですね、時間。ここはあれ10点か。これスターです。ここで急いでダッシュですね。危ねえあーっといった。よし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 。あ、ほらこんな感じですね。あ、さあここですね。こうゆっくりゆっくり。焦っちゃいけない焦っちゃいけない焦っちゃいけない。よしよしねえ、やりましたやりましたみんなねおじいちゃんになるとねなんだっけ、みんなね一つ注意点ね。おじいちゃんになると頭では押してるつもりなんだけど指がねついてこないんですよ皆さんリスナーさんの皆さん、自分のおじいちゃんがスーパーマリオブラザーズをやってると思っていただくと分かりやすいんじゃないかな。あ、ここはあれですね。よし。あ、ここはあれですね。ワンナップです。ほとんどね昔やった経験だけでやってますねなんだっけ、昔やりまくった経験だけを糧にやってますね。
危ない危ない。いいか、危ない危ない。あ、ここだここだここ。ここはね、私がよく死ぬところですね。ここはね、もう死にまくったんで覚えてます。ここは、上からダッシュするのが一番いいんですけど、私それで何回も死にまくるんで、ギリギリからダッシュ。これですね。私はこれやってますね、よく。ここだ。次は。ここ。そしたら、ダッシュ。あ、ちなみにここで、やっちまったあれこれ、やっちまった次で、王冠ですね、10機。やべえ、本当にやっちまった。あれ、これ大丈夫か、これ。さあ、これまずハンマーブロスですね。見せプレイじゃないですよ。本当にやっちまった状態。本当に。さあ、こっから戻んないと。やばい、これ戻れるかな。次ここだ。やべえ。危ない。マジか。死にましょう。はい、死にましょう。きついな。ここきついな。ファイヤーここで取らないとね、なんだっけ、最終決戦で積むんで、残機いらないんですよ。残機いらないんです。要は、残機はいらないです。要は。よし。なんだっけ、ファイヤーでいかないと意味がないんで、結局は。行かないでですね。はい、皆さん、これが、おバカな男の末路ですよね。行かないでですね。やばい。一回ミスるとこんな感じですね。下ってきましたね。いい感じに下ってきましたね。クリアできんのかな。ね、20年前ならいけたかもしれない。20年前だったら。ね今の俺がクリアできんのかな、これ。間に合うか。よし。安全プレイ。見せプレイ必要ない。見せプレイなど必要ない。安全プレイ。なんで落ちるねん。これきついな。よし。いや、だからなんでもうあかん。よし、いけた。よし、いけましたよ。やった。ファイヤーがなぜか届かない。危ない。もうこっからは安定ですよ。安定思考。ね、なんだっけ、超スピードプレーとかやりませんよ。ね、安定思考。公務員を目指すべきですね。安定思考。超安定思考。間に合う。焦っちゃいけない。よし、さあ来ました。最終ステージですね。すごい。エアコンつけようかな。なんかものすごいもう、汗がすごいですね。さあ来ました。ここも安定ですね。ここも無理しちゃいけない。ここはダッシュしない。ダッシュすると落ちますから。まず一つ目ここです。ここは迷路になってます。迷路覚えてますよ。全部覚えてる。何回も迷ったからね。ここはもう全部覚えてます。でこちらを倒してここですね。で次は、これですね。でこれが出てる間はここですね。
でここ裏技っていうか攻略ですね。攻略なんだっけ、ちょっとした攻略があります。ここ実はファイヤーで来ると簡単な攻略ですね。あばば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 、ここ攻略ですね。今のゲッソーいますよね。ゲッソーは来るこっちに向かってくるんですけど、一匹来やがった。一匹来ちゃった。実はファイヤー打ちながら進むと、なぜかゲッソーさんがなんだっけ、あっぶね。あれ今回のごめん、裏技なんでもないです裏技なんでもないです。本来だとねファイヤー連打してると逃げていくんだけど、今回逃げなかったね。さあいよいよラストルートですね。さあラストルート。さあアウトレンジからクッパいましたね。アウトレンジからファイヤー連打はい、クリアしました。いやーできたね、クリア。なんとかできましたね。サンキューマリオですね。Your quest is over. Weパーフェクトかな、パーセント Your main quest ニュークエストか。では B ボタンを押すと、ハードモードですね。ハードモードになるってことですね。もちろん皆さんハードモードやりましょうか。さあじゃあハードモードね、ハードモードいきますよ皆さん。もちろんハードモードですね。ハードモードは敵のスピードが、倍かな、倍になってます。さらにクリボーが全部メットはファイヤーが効きません。メットはファイヤーが効かない敵ですね。これですね。全部これになってます。大体皆さんは分かったと思うけど、大体死ぬのはなんだっけ、落ちて死ぬかミスって死ぬかなんで、あんまりハードモード関係ないんですよね。やべえ、やっちゃった。こんな感じでハードモードは敵が速いんですね。だから速いことを念頭に入れてやっていかないとダメなんですね。ハードモードクリアできんのかなこれ。できたら皆さん拍手喝采です。あれ急がないとメットはファイヤー倒せないからね。メットはファイヤー倒せないので踏みつけるしかないですね、こいつらは。ただここで踏みつけるとここにバウンドして跳ね返ってくるんで、基本的にスルーですね。スルー。これはひどいメットが突撃してきますからね。だから残機はほとんどもういりませんね。残機はいりません。基本的にあんまり残機はなんだっけ、さっきのステージ3で残機があれば一応なんだっけ、ガチャおかしいな。できるんで、なんだっけ、ステージ4でどっちみち死んだら終わりなんでね。ステージ4死んだらただ個人的にはステージ4にもさ、なんだっけ、欲しかったよね個人的にはステージ4でもなんだっけ、キノコとかフラワーは1箇所ぐらいは欲しかったです。でもそれあると簡単なんですよね。なんだっけ、ラストのクッパをなんだっけ、無理やり突破できちゃうんで、だから多分なかったんでしょうね。だから慣れてきましたねプレイすればするほど昔の感覚が戻ってきますね。そう、これ裏面ですね。そう、裏面。実際ハードモードですね。危ない危ない
まいちタイミングが合わないんだ。よし。あれどっか入らなかったっけ。こっちか。入りましたね。ここはね、なんかすげえテクニックがあって、この下はいけるんだよね。俺の、どうやんだ。なんかすごいテクニシャンがやってたんだけど、私はちょっとできないんですみましょう。裏面っていうか、最近だとハードモードとかになってるからかな。ハードモードとか。最近のゲームだと裏面っていうよりはハードモードって感じですよね。難易度調整が入ってますからね、最近のゲーム。昔はね、そういうのをハードモードって言わないで裏面って言ってましたよね。裏面、裏ステージとか隠しステージとかね。そうだね。まあ基本的に穴に落ちなければなんとかなりますね。穴に落ちないことだけを頑張りましょう。大体穴に落ちちゃうと終わりですからね。ここ思い出した。これやんないとダメなんだよ。今のほら突っ込むとなんだっけ、メットにやられてしまうんで。よし、やりましたね。さあ、もう来ましたね。8の1ですね。メットだらけだよ。敵はメットだらけ。すごい。メットしかいないんだけど。あれなかったっけ。こっちか。ミスりましたね。今思いっきりミスりましたね。すげえな、令和の時代で久しぶりに本当になんだっけ、スーパーマリオやってもやっぱ昔とったらなんとかってやつですね。意外とできるもんだね、久しぶりにやっても。てっきりなんだっけ、クリアできなくてさ、なんだっけ、皆さんが苦笑いするはい、やばいな。これやばいな。ないんですよ、これ。パワーアップアイテムが一切ないんで、このステージパワーアップアイテムなしです。完全にフラグ回収でしたね。もちろん任天堂スイッチとかもやりますよ。もちろん任天堂スイッチなものやりますのでね、お楽しみにお待ちください。まあ今日はさすがにあれですけど、第1回なんでね、第2回第3回ってなっていった場合には他のね任天堂ハードもやっていきますんで、お楽しみに。まあそのうちあれじゃないかな、ゼルダとかやると多分なんだっけ、パート1じゃ終わんないから、なんだっけ、連続してゼルダとかやる可能性はありますね。ゼルダとかは長いので、なんだっけ、1回じゃ終わらないからね、多分。もしクリアするんだったらゼルダはなんだっけ、何回かパートでやっていくって感じですね。マリオさんほら最近のゲームだとなんだっけ、長いのは増えてますからね。3時間ぐらいじゃ終わらないゲームばっかりですよね、最近のゲームは。
ちなみにここで無限アップできますね、今のやつで。倒せる。危ねえ危ねえ、今のは危ねえな。よし、ここも注意です。ここも注意で、ここは片足ぐらい出してからダッシュ。この10点コインとかはなんだっけ、面白い、ここはしゃがんでで、じゃあ危ねえ。で、ここはメットが速いんで勝手に落ちていきます。で、ここはほらパタパタが先に来るんで、パタパタが来たら危ねえ。よしよし、いった。やりましたね。いやー難しい。さあ、じゃあ次でフラワーですね。次でフラワー取れれば、あと大丈夫ですね。ちょっと待て、危ねえ。よし、よし、よし。よし、やった。やりました。これは勝ったなか。ね、勝ちましたよ、これ。これはいけましたよ、皆さん。ね、こっからやられるなんていう。やられそう。やられそう。ね、こっからもやられるなんて絶対ないんだからねですね。よし、よし。ね、もうやられないよ。ね、絶対にやられない。ね。こっからもやられない、絶対ありえないからね。絶対ありえない。ね、絶対に裏ステージもクリアしちゃうんだから。ね。俺の目標は100歳でバイオハザード15をクリアすることですからね。私の目標は100歳でバイオハザード15をクリアしてギネスブックに申請ですからね。よっしゃ、来ました8の4ですね。裏ステージの8の4まで来ました。いやーもうね、すごい疲れたんだけど明日も仕事なんだけどね、もうすごい疲れてきた。ダッシュ。でここは気をつけなきゃいけないですね。危ない。ここはほらなんだっけ、クリボーがもう出ませんので、ここは注意しましょう。クリボー出ませんので、はい。よし。よし。いいですね、いいですね。いいぞ。ここはもう危ない。ここはやりまくったんで覚えましたね。敵のこのワープは。よし。危ない。あれ危ない。いいか危ない。ゲッソーさんダメだよ。ね、ここで MVP とか取んなくていいからね、ゲッソーさん。ゲッソーさん、ここで MVP とかいらないからね、ゲッソーさんの。ほら、逃げた。これですね、これで、簡単に、いけると話です。よし、来ました。最終ステージ。
最終ルートですね。おーっしゃ。ちょっと待って。よし。はい、やった。はい、やりました。クリアしたはい、裏ステージクリアですね。はい、やりました。いやーできた。できるもんだね。できるもんだね。いやー、何年ぶり？わからない。25、6年ぶりじゃねえかい。裏ステージクリアしたよ。いけるもんですね。いやー、あれかな、これでちょっとはなんだっけ、ゲームガチでやってますっていうのも信用していただけましたかね。本当にゲームやってる人なんですかっていうのね、やりました。よかったら高評価お願いいたします。1時間半ぐらいか。あと1時間半。マリオ3いけるかな。1時間半でマリオY さんナイスパリありがとうございます。1時間半でマリオ3はいけるかな。1時間半でマリオ3はやってみましょうか。まあその時はちょっと延長しましょうか。じゃあマリオ3をやってみましょうか。マリオ3をじゃあ1時間半でクリアできるかどうかですね。マリオ2はディスクシステムなんで、後で来週ですね。来週やりましょうか、ディスクシステムを。はい、来ましたね。これがスーパーマリオブラザーズ3ですね。おかひつさんもナイスパーありがとうございます。そうだね、全ステージはちょっと無理なので、なんだっけ、行けるところまで行きましょうか。じゃあストーリーの説明ですね。ストーリーの説明。マリオとルイージの活躍で平和になったキノコ王国ではありましたが、このキノコ王国はキノコワールドの本の入り口、その奥には多数の不思議な国がありました。散々懲らしめたはずの、大魔王クッパもマリオのいるキノコ王国から手を引いたものの、今度は自分の子供たちコクッパ7兄弟を、仲間に入れ、ワールドのあちこちでいたずらのやり放題。ついには各国に古くから伝わる魔法の杖を盗み出し、王国たちを動物の姿に変えてしまいました。マリオとルイージはコクッパから杖を奪い返し、王様の元の姿に戻してあげてはなりません。いってらっしゃい、気をつけてね。ピーチメとピノキオに見送られて、2人は不思議いっぱいのキノコワールドの奥へ奥へと進んでいくのでした。これが、マリオ3のストーリーになってます。だから今回はピーチメ一応さらわれてるのかなまあこんな感じになってます。では、始めていきましょうかね。あれかな、ちょっと明るすぎるかな。ちょっと画面の明るさ調整しますね。ちょっと明るすぎるかもしれませんね。ちょっとお待ちください。もうちょっとこんなぐらいかな。このぐらいでやっていきたいと思います。そうですね。そう今はねクッパのなんだっけ子供っていう設定はなくなってますね。クッパこの頃はコクッパはクッパの子供っていう設定でしたね。超名作ですね。1からなんだっけ容量が何倍だっけ、容量が5倍凄まじく増えてるんで、ゲームのなんだっけグラフィックとかシステムがなんだっけものすごい上がってますね。ちょっと明るすぎるかな。すみません、ちょっと明るさ調整しますね。申し訳ございません。ちょっと明るすぎるね。あれかな、なんだっけ、白いところが白すぎるのか、もしかしたら。これを落とすといいですね。ちょっと白いところが白くなりすぎちゃってるんですね。申し訳ございません。110、こんな感じか。こんな感じですかね。もうちょっと上げましょうか。こんな感じですね。じゃあこんな感じでやっていきます。すいませんでした。たびたび。そう、セーブ機能がないんですよね。セーブ機能。やばい。やばい。落ちちゃった。もう一回飛べばいいんですけどね。
なんだっけ、3は BGM も素晴らしいですよね。BGM、届かなかった。BGM ほんと素晴らしいですよね。これちなみにこれ上にあるんですね。あれいや、4メガじゃなかった、4メガ。8メガはね、なんだっけ、結構少ないんですよ。ファミコンは。だけど4メガじゃなかったかね、4メガ。8メガはメタルスレーダーグローリーとかですね。BGM 素晴らしいですよね、本当に。任天堂さんのゲームはね、やっぱ BGM が素晴らしいですよね。じゃあここでワンナップ、無限ワンナップしましょうか。無限ワンナップ。これちょっと無限ワンナップします。重い。画面が重い。さあ、これが無限ワンナップですね。無限ではないんだけど、なんだっけ、大体皆さんがワンナップやるのはこれですね。指が死んじゃう。指が死んじゃう。さっきマリオやった後、これは指が死んじゃう。指が死んじゃう。指が、俺の指クリボーも出てこないし。おかみ、指が今日はこのぐらいで勘弁してやろうか。ね、今日はこのぐらいで勘弁してやろうか。指が死んじゃう。指が死んじゃう。ね、今日はこのぐらいで勘弁してやるよ。ミスっちゃった。ミスっちゃった。ミスっちまいましたね。今ね、ダッシュしようとしたんだけど、まあ、いっか。ミスばっか起こしちゃってますね。さっきの、さっきの、なんだっけ、指が、多分、影響ですね。で、完全にさっきのA ボタン連打がね、かなりね、大引っ張ってますね。そう、3はね、いろんな無限アップがありますね。さあ、じゃあ、スロットマシーンです。これは、残機を増やすスロットですね。絵合わせですね。よし。はい、いつも通りですね。で、これは持っていきます。これ安全策です。これ持っていきます。でこれ体当たりですね。で、ここはちょっとあれですね。まだ、後ですね。ここかな、これですね。これ取ってから。そうか、ここにもあったのか。忘れてました。で、ここもなんと、ワンナップがありますね。ワンナップ。ワンナップ。どのぐらいだっけ？確か、このぐらい取ってからだったかな。で、これで飛びます。こんな感じで。これは、なんだっけ、全部共通ですね。これは。これは全部共通です。で、ここで、やるのが、あれですね。これですね。あれ？ここでしゃがみます。はい。なんと、裏に落ちるんです。これ、裏に落ちるんですね。裏に。こうやって。で、
裏に落ちるとなんとアイテムですね。笛ですね。笛。なんとこれが、ワープ用の笛ですね。ワープ用の笛。でここはアイテムがもらえるやつですね。あ、やった、葉っぱだ。葉っぱが一番いいのかな、葉っぱが。で次はじゃあ同じく、砦ですね。デンドンBGM いいですね。砦の音も音楽もいいですよね。でけでけデンドンですね。でここちょっと裏技、このカノンって言うんですよ。これを消す裏技ですね。ここでずっとこっち側を歩いてるとなぜか消えます。なぜか消えるんですね、これで。消えると簡単に上に上がれるようになるってやつですね。で上に上がって部屋に入るとなんと笛ですね。さっきの笛がなんとここにもあるってことですね。あ、ハンマーブロスですね。あ、やっちゃった。やっちゃったやっちゃったあー懐かしいよね。今綺麗に華麗にやろうと思ったらやっちまいましたね。でけでけででんですね。ああこれはワンナップ取れないんですよね。ワンナップ羽がないんでね。このほらボーナスステージもそうだけどマリオ3が多分すごい人気なのはBGM がね本当に素晴らしいですよね。 BGM があれちょっと待ってくださいね。今画面見たんだけど画面ちょっとずれてますね。申し訳ない。あれ画面がなんかすごいずれてんだこれ。申し訳ございませんでした。あ、これあれか、アナログなんで多分入力デバイスでちょっとずれたりするんだね。申し訳ございませんでした。申し訳。あとこれ変えてきましょうかこっち。申し訳ございません。なんか画面がちょっとずれてましたね。アナログな画面の出力なんでね。はい、すいませんでした。アナログなんで多分なんだっけプレイスなんだっけ起動するためにちょっとずれちゃうんですね。申し訳ございませんでした。はい、じゃあこちらでやっていきます。でこれ急いでいってファイヤーなんですよね。ファイヤーなんでなんだっけ葉っぱじゃないんでさっきのワンナップ上のワンナップ取れないんですよね。さあここでダッシュですね。はいやりました。5アップですね。5アップ。で4は次行きますね。4はなんだっけ羽を取ってから行きますね。これ尻尾までになってから4は行きますね。こうやって残機アップが簡単なのが3の特徴ですね。あ、やったやったクルリンパーですね。
神経衰弱。フラワー。あー、ワンナップか。あ、やった。フラワーフラワー。ここワンナップだよね。キノコ。あー、キノコスター。はい。じゃあ次は4に行きたいと思います。ここは強制スクロールですね。当時小学生とかでは難しかったんじゃないかな。ここは強制スクロールステージで、コインを全部取りましょう。コインを全部ですね。コインを全部、必ずコインを全部取ります。コインをこれではコインを必ず全部取ってください。コインを1個なんだっけワンナップもたくさんあるんだけどコインがまず重要ですね。コインよし、コインを全部取りましょう。コインを全部取るとなんと隠しがありますね。ここでは OK。 これで隠しが出ます。隠しが来ましたね。さあね、隠しキノピオのキノピオの家。なんと、ピーパタですね。これは、そのステージをずーっと空を飛んで移動できるってやつですね。あー、キノコはちょっと外れですね。よし、じゃあボス戦です。行くぜ。カーンですね。ここはステージ1のボスはなんとワンちゃんに姿を変えられてしまってるっていう状態ですね。いや、この BGM いいね。このいいですね。この決戦の BGM もいいですよ。ちなみにボスは、ファイヤーでも倒せますね。ただファイヤーで倒すよりもなんだっけ踏んだ方が早いですね。踏んだ方がファイヤーでも倒せるんですけど踏んだ方が圧倒的に早いですね。はい、終わりです。ステージ1クリアですね。ワールド1クリアですね。なんだっけ、多分マリオも3から始めてクリアしたって人が多いんじゃないかな。マリオ3も。だからなんだっけ、マリオ1と2はねちょっとやっぱ難しかったからね。だからこのなんだっけ3から始めてマリオをクリアしたって人も多かったんじゃないかな。さあここから面白いもの見せますね。面白いものポーンポーン。あーあー下手くそな男の末路ですね。笑ってくれ笑ってくれや。こうやってワンナップしようかと思ったらね、みんな笑ってくれや。笑ってくれや、ほんとに。ね、あれでね、ワンナップできるんですよ、実は。あ、間違った。あ、間違えた。間違えた。何回間違ってんだよ。これですね。何回間違ってんだ話ですね。まずはあれですね。なんとこのなんだっけ名前忘れてた、これはね尻尾で倒せるんですよね。これ尻尾でなぜか尻尾で倒せるんですよね。ファイヤーで倒せませんよ。ファイヤーでは尻尾で倒せるんですよね。よし飛びましょうか。
マリオ3は本当にこういうギミックが豊富ですよね。ギミックがマリオ3はね、こういういろんな隠し要素とかギミックが豊富なんで、なんだっけ、いくらでも遊べるっていうゲームですよね。やけどしそう。尻尾がね、確かに。よし、ワンナップです。じゃあ次もね、コイン取ります。次もコインを全部取ると、なんだっけ、なんだっけ、隠しですね。またダメだったか。次もコインを全部取ると、隠しです。隠しが出ます。ここもコインを取ることを、頑張りましょう。ここがね、難しいんだよね、コイン全部取るのは。まずは普通にコインを取っていきましょう。よし、これで OK かな。まずはコイン取りましたね。これで、戻ります。やべえ。で、P スイッチを押して、いきましょう。さあ、間に合うかな。よし。はい、申し訳ございませんでした。今、3つ取れませんでしたね。申し訳ございません。ね、今の3つも取ると、隠しが出るんですね。隠しが。まあ、仕方ないですね。少し足りませんでしたね。ここでも無限ワンナップです。ここでも無限ワンナップですね。やりましょうか。ここも無限ワンナップです。これ当時編み出した人もすごいよね。これわしはこれ聞いたんだね。これはここで無限ワンナップできるよって聞いたんで、誰がこんなのを発想すんだろうね。もう残機が十分な気がしてきてましたけど。指が俺の指がですね、60ぐらいで十分かな。いや、過剰ですね。ここまではいらないですね、残機は。まあ行きましょうか。こんなに残機はいらないと思いますよ、残機は。いや、例えばなんだっけ、ワープしないんだったらね、ワープしないんだったらいっぱいあったらいいと思いますけど、さすがにね、ここまではいらないかな。さあ来ましたね、最強のボスブンブンですね。鳥のボスブンブンですね。はい、はい、3回頭を踏めば、終わりますね。やった、神経衰弱。あれ、ここがキノコだっけ。ここがキノコだっけ。ここワンナップだよね。キノコワンナップ。20はない。20、10。
あ、キノコここだよね。よし。あ、20、20やった。あ、ワンナップ。ワンナップ。キノコ。あ、違う。あ、そうした。ちなみにこれ持てるアイテムの数は決まってるんで、持てるアイテムの数は決まってるんで、なんだっけ、本当は2人プレイでやった方がいいんですね。2人プレイでやった方が。あ、ここはあれですね。ちょっと待ちます。ブーメランが2発ですね。ブーメランが2発撃った後に行けば安全です。懐かしいです。今日からゲーム実況始めましたんでね。生放送で任天堂さんのゲームを全てやる予定です。可能な限りね、可能な限り、全部やります。危ない危ない。ああ嘘だ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 、そんなの絶対嘘だ、ね、こういうボンミスが多いんですよ。可能な限りね。ほら、できないやつはできませんのでね。なんだっけ。例えばほら、もう、なんだっけ。プレイできないゲームとかもいっぱいあるんで、そういうのはね、残念ながらできませんね。プレイできないゲームとかもありますんでね。プレイできるゲームはなるべく、やるっていう放送ですね。さあ、ここは飛んでいきましょうか。で、ここでなんと、T スイッチですね。でちょっと戻ると、さっきのなんだっけ、取れなかったもんですね。これ。ここにこうワンナップですね。で、ここはなんと、全部コインですね。いや、皆さんもアクションゲームはそんな感じじゃない。で、ここは組みましょう。こういうギミックも面白いですよね。このスーパーマリオ3はね、本当に BGM がね、素晴らしいですよね。いくらでも聴ける BGM ですよね。さあ、来ましたよ、皆さん。みんな大好き、太陽ステージですね。太陽さんですね。太陽ステージ。ね、太陽が燃えているですね。あと、太陽が、後をついてくるやつですね。竜巻に野郎をぶっ殺してやるですね。竜巻は、来ましたね。太陽。太陽はこれ当てます。はい、終わり。危ない危ない。危ない。いいか、危ない危ない。はい。はい、こんばんはです。また5アップですね。やりました。5アップ。5アップ。あ、やった。葉っぱが一番いいですね。葉っぱがやっぱ一番使えますよね。次はステージ5。あ、ここか。ここか。ここはちょっと難しいところです。あれこれなんかなかった？あれここなんかあったよ。あれあ、葉っぱだ。これワンワンですね。ワンワンはなんだっけ、亀を当てるか、なんだっけ、なんだっけ、スターとかで突撃しないと倒せませんね。
本当にこういうギミックが面白いですよね。こういろいろね隠しがあるんですね。あ、でここは確かなんだっけ、あれどっちだっけ、あ、真ん中、あれこんな感じですね。あ、オルゴールはそうですよ。オルゴールはそう。オルゴールはハンマーブロスを眠らせるやつですね。あとゴールでいいか。なんとゴールにもワンワンがいるんですね。だからゴールは急いで行かないとワンワンに噛まれてしまいますね。よし今度こそ。よし今度こそ。ちょっとずれちゃったか。ちょっとずれちゃいましたね。次はステージ4ですね。次はステージ4で、ここもあれですね、上に行けますね。ここでちょっとテクニック見せますね。テクニック。はい、そうですね。今マリオ1クリアしましたんでね、今マリオ3をやってるところです。マリオ1はね、裏ステージもクリアしました。裏ステージも。これですね。アーカイブ取ってきますんでね、後でゆっくり見てください。裏ステージクリアできると思わなかったよね。本当に20何年ぶりに裏ステージクリアして、さあここです。ここねちょっと裏はテクニックですね皆さん。はい、なんとこうやっていくと一気にこうできるってやつですね。これは当時私がなんだっけなんとかして面白い技がないかなと思って甥っ子に自慢するために編み出した技ですね。はい、お疲れ様でした。ちょっとハンマーいるんだ。じゃあハンマーが危なかったね。はい。また来ましたね。よっしゃ。こことここだよね。違う。じゃあ何やってんの？やってしまわれた。またスター？ここ？やった！やった！やった！どっちだ？これどっちかだよ、どっちか。こっちでしょ？やった！やりました。やりました。やりました。ね。やりました。さあ、ここでやるのはハンマーですね。これハンマー。で、ハンマーをここで使います。ハンマーをここで使います。そうするとなんと隠しですね。さあ、ここには皆さん、ここにあるのは、最強の、スーツですね。来ました。ね、皆さん最終決戦スーツですね。皆さんね、最終決戦用スーツですね。ついに手に入りました。で、次はファイヤーブロスはめんどくさいんで、あれですね、これ一気に倒します。これちょっとめんどくさいんでね。で、これ手にあるのが笛ですね。これ来ましたよ。皆さん最終決戦スーツですよ。最終決戦スーツ、ね、あれを手に入れないとこのゲームはクリアできませんからね。もう最終決戦ですからね。変えるときいいですね。お楽しみに、お楽しみに。で、ここはあれだっけ、こういって、どっちだっけ、ここだっけ。
あ、やっちまった。あ、やっちまった、マジで。やっちゃった、やっちゃった。ダメかな。やっちまった。これね、上にワンナップあるんですよ。ワンナップ。上にワンナップ。だから、なんだっけ、まず上に飛んでから、なんだっけ、やっちゃった、やっちゃった。上を飛んでから、なんだっけ、飛んでいかないといけないんだよ。上に飛んでいかないと。今のミスりました。上を飛んでいくと、ワンナップあるんですよ、ワンナップ。そうか、ここブーメランか。よし。はい。5は5アップですね。すごいよね。ギミックがいっぱいありますよね、ギミックが。じゃあ、ボス戦です。ギミックがね、山ほどあるんだよね、ギミックが。雲かな雲ですね。王様がなんと雲に駆られちゃってますね。サンキュー。いや、まあ、3もやり込んだからね、3も。3はやり込んだっていうか、甥っ子が一緒にやろうやろうって言って、なんだっけ、毎日のようにやってたからね、3は。マリオワールドもね。マリオワールドと、なんだっけ、この辺はね、甥っ子がね、当時ほら、小学生だったから、やろうやろうって言われて、付き合ってたからね、ずっと。高速船は P パターで飛んでくよ、ね、高速船は P パター飛んできます、ね、おじちゃんの反射神経では高速船はなんだっけ多分無理なんでね。さあボス戦です。簡単です。さあで次のステージ3はクリアしません。最終決戦装備を手に入れたらワープしましょうか。なんだっけ、終わんなくなっちゃうんでね。さあスマートにクリアしましたね。これ重要ですね。雲、これ重要ですよ。この雲が、この雲のアイテムがすごい重要ですね。これがここ水中ですね。なのでファイヤーがあったんですね。ファイヤー、ファイヤー、ヨガファイヤーですね。ヨガファイヤーなんで水中でファイヤーが撃てるんだっていうのは、マリオ1からの謎なんであんまり気にしてあげますね。ヨガファイヤーです。ヨガファイヤー、ヨガファイヤーなんで水中でファイヤー撃てるんだろうね。マリオの謎です。こいつは倒せません。こいつは倒せないんでコイン取ったらすぐに移動ですね。ヨガファイヤーです。ヨガファイヤー。親子連れ。危ない危ない危ない。親子が私は自然を愛すりますからね。ねえ申し訳ない、ね、申し訳ない、本当に、ね、すまないと思っている。ここ確かワンナップだった。ここもコイン全部だっけ。ここも確かコイン全部じゃなかった。ここ
ここも確かコイン全部だった。あ、やべ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 。あー、今あれだね、やっちゃったね。スターがもう取れない。まあいっか。あれ、ここもだっけ、コイン全部。なんか血がみで死にそうなんで、クリアしましょう。ね、なんだっけ、コイン全部っていう前に死んじゃいそうなんでね。あ、もちろん、なんだっけ、マリオランド GB、もうやりますよ。マリオランド。まあ、今日じゃないですけどね。なんだっけ、次回以降、あ、こんばんはです。次回以降はちゃんとやりますよ。来ましたよ。決戦スーツ2着目ですね。ね、この決戦、あ、はい、お疲れ様でした。この決戦スーツを集めるためだけに、このワールド3に来てますからね。あ、来た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 。パックンチョですね。パックンチョですね。みんなのトラウマですね。みんなのトラウマ。パックンチョですね。パックンチョ。来ましたよ、パックンチョ。みんなのトラウマです。あー、処理落ちが。あ、ファイヤーで来れば、問題ないんですけどね。ね、わかるわかる。うちの甥っ子もね、泣いてたからね。はい、5アップ。5アップですね。残機が、83になりましたね。あれ、俺、ここの砦は覚えてないな。ここの砦は、ここあれだっけ？ここあれか。なんだっけ？あれ、ここなんだっけ？ここ、あれ？やばい、ここちょっと覚えてないぞ、俺。あ、何番目だっけ？あれ？ここ3番目か4番目だったよね、確か。3番目か4番目。あ、4番目か。ここか。あ、違う！あれ？何番目だっけ？ 3 番、5番目か？ちょっと待って。確か3、4、5のどれかな？ 1、2、3入ってみましょうか。あ、3違うだ。5か。5ですね。5。5、5、5。5。ってことは、次か。あ、ここはあれだ。ワンナップだ。ワンナップ。ってことは、これか。はい、当たりました。これですね。さあ、来ましたね。はい、終わりです。なんと、ファイヤーだと、瞬殺ですね。ブンブンはファイヤーだと、瞬殺です。あ、やった。新しい神経衰弱ですね。新しい。あ、やった。マジかい。あれこれさっきと一緒じゃない？あれこれさっきと一緒じゃない？これもしかして。あ、違うか。違いましたね。あ、やった。ハンマーですね。ハンマーゲット。さあ、今度こそ。あ、キノコでした。やった！ 2 アップやりましたね。これ5行きたくねえんだけど。これ5、ファイヤーだからいけるかな？あ、大丈夫か、ファイヤーだから。ここあれか。なんでクラゲ、しびれクラゲ。
まあ、ただファイヤーで倒してればなんとかなるかな。ほとんどギミックをギミックを楽しまない、ね、安全な上だけを進んでいく、ね、ほとんどギミックを楽しまないからね。これだ、これ。やばい、ゲッソーの親子連れが。よし。イカちゃんごめんね。イカちゃんごめん。イカ娘のご両親だったかもしれないけど申し訳ない。危ない今危ないちょっとミスりましたね。完全にミスりましたね。スターです。もうアイテム持てないな。じゃあそろそろワープしましょうかね。そろそろこれ行くとアイテムがねお金が手に入りますんでね。ちょっとずれましたね。そろそろアイテムがね持ちきれなくなりますんでね。来ましたね。最終決戦スーツですね。最終決戦なんでこんなもの集めてるんですかっていうのは最終決戦のためですね。マジか。このなんかいいですよね。ここにもありますよ。キノコは外れですね。せめて葉っぱですね。でこの先にはなんと皆さん見覚えのある地形がね見覚えがある地形ですね。ジャポンかな。ジャポン。じゃあ4をクリアしてなんだっけ箱をキノコ取ったら、次に行きましょうか。やばい。ここか。マジか。マジか。やっちまったなでどうです。P スイッチいいか。なんかやられそうな気がしてきた。ここはあれですね。ひどい。それはひどい。ねえジゲムさん、それはひどいよ。今ジゲムさんの鬼畜を見ましたね。今ジゲムさんの鬼畜を見ましたね。じゃあこれ取ったらワープしますね。さあ来ましたね。これで揃いましたね。さあ最終決戦に揃いました。じゃあ笛使って、最終ステージにワープしましょう。でここ7ですね。7に行ったらまた笛を使えます。そうすると、なんとはい、こんばんはです。なんと最終ステージですね。はい、エリア8ですね。来ました。これが最終ステージですね。ちょっとお待ちいただけますか。ち
ちょっとお待ちください。お仕事のメールが、山ほど来てますんで、ちょっと待って。申し訳ございません。ちょっと今ね、すごい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 、なんだこのメールの数。申し訳ございません。皆さん面白いですか？今回から、そうですね、ちょっと説明しましょうね。今回から、ゲーム実況を日曜日始めました。で、先ほど、テレビゲーム15をやりまして、ブロック崩しもやりまして、今ファミコンの、マリオブラザーズ、マリオブラザーズ1をやって、今、マリオブラザーズ3をやってるところですね。次回はあれやりましょうか。次回はマリオワールドやりましょうか。マリオワールド。次回はじゃあマリオワールド3ですね。じゃあマリオワールド 1? おかしいな。マリオワールド、スーパーファミコンのマリオワールドやりましょうか。マリオワールドを来週はやる予定です。で、マリオワールドは96やりましょうか。じゃあマリオワールドは全ステージをクリアするっていう96ですね。あれをやりましょうか。マリオワールドは。それだけでもしかしたら来週と再来週は埋まると思いますのでね。マリオワールドを、初めからやって、96埋めるっていうのをやりましょうか。だからスターロードも全部クリアするってやつですね。全部。そう、なんだっけ、みんなもね見てるとそれ多分面白いと思いますのでね。だから次回は、来週は、マリオワールド、ボカスカじゃないな。あれは任天堂のゲームだけですね。任天堂のゲームだけになっております。任天堂だとあれじゃない？ファミコンウォーズじゃないかな。任天堂だと。ファミコンウォーズはクリアできんのかな。ファミコンウォーズは。なんだっけ、任天堂以外のゲームはニコニコ動画にね、アップロードしてありますので、よかったらニコニコ動画の方でご覧になってください。なんだっけ、消されないね、消されないような、なんだっけ、ために、チャンネルがね、停止されないように、任天堂さんだけのゲームをやる予定になってますのでね、ご了承ください。すいませんね、今急いでメールを、なんだっけ、メールを今、最低で、10通ぐらい今返してますんでね、ちょっとお待ちください。今メールを今10通ぐらい返してますんでね、今、急いでやってますんで、ちょっとお待ちください。そう、ファミコンウォーズを知ってる回ですね。ファミコンウォーズを知ってる回ですね。こいつはどえらいシミュレーションですね。よし、OK。はい、じゃあ行きましょうか。さあ、じゃあいよいよステージ8をやっていきたいと思います。じゃあ皆さん行きますよね。最終ステージまで来ましたね。はい、最終決戦スーツで、はい、お疲れ様でした。最終決戦スーツで行きますね。戦車にカエルで立ち向かうね。最終決戦スーツですよ。最終決戦スーツが最終決戦スーツがもう最終決戦スーツがダメに。チキショ許さねえ、最終決戦スーツが絶対許さねえ。ちなみに最終決戦スーツは、ジャンプできませんので、ダッシュできないので、かなりなんだっけ陸に上がったカエル状態になるんでね。陸に上がったカエル状態になるのがなかなかシビアです。来た、手法ですね。戦艦の手法です。
えええ今踏んだよね。疑惑の判定じゃない。今踏んだよね俺ね。今踏んだよね。まあいっか。今なんか踏んだと思ったんだけどね。さあもちろん次も最終決戦ですね。最終決戦できますよ。最終決戦ですね。カエル最強。カエルの特徴はね、ジャンプ力がある。ね、カエルジャンプ。ダッシュはできないけど、カエルジャンプがある。なんとしてもこれでいきたい。さあ、ここから裏技ですね。なんとこの下を潜っていけます。なんとこの下を潜っていけます。なんとこれあれですね。あれこれ待って。これカエルでこっから出れたっけ？あれ？ごめん、俺やっちゃったかもしれない。あれ？カエルでこれ出れたっけ？あ、やばい。カエルで上がれたっけこれ。俺カエルだと上に行ってたんだよ。カエルは上なんだっけ上あれカエルちゃんどこ？あれ待っていた。いけるかいけそうだ。カエルあれ待って、これやっぱいけねえぞこれ。あれやっちまった。あれこれやばい。やっちまった。あれこれどうしよう。あとちょっと足りない。あとちょっと足りない。やばい。待って、これどうしよう。どうしましょう。あれこれどうしよう。あれまさかのやっちまった。俺これカエル上で行ったんだよ。前は嘘だべさ。あれこれは死ぬしかないのかな。まさかの初死にがここなのかな。カエル頑張れ。カエル頑張って。もうちょっと。あれこれなんかできなかったっけ。三段跳び。指が死にそう。おじちゃんの指がまずその前に死にそう。マジか。ねえ。なんだろう。あとちょっとでいけた。ねえ、ぜひ許さねえ。ブンブン許さねえ。カエルスーツがね、よかったね。いや見せプレイですよ皆さん。みんな見せプレイですよ。初めから知ってましたよ。ね、上がれることは知ってましたからね。見せプレイですよ。ただの見せプレイですからね。ただの見せプレイですよ。じゃあここからちょっと使ってみましょう。ここか。ここか。あった。ここはね飛んでった方がいいな。確かに。
ほら、ここは飛んでった方がいいね。ここは飛んできます。ここはね、飛んでった方がいい。こんな感じですね。ここはこうやっていくと楽勝ですね。ここは葉っぱがもらえますんで、なるべくクリアしていきますね。引きずり込まれたですね。次は何だっけ。バブルですね、バブル。この炎の玉が飛んでくるステージですよ。ここは落ち着いていけば大丈夫ですね。急ごうとすると大体このステージはやられますね。葉っぱゲー。ちなみに皆さんに秘宝があるんですけど、さっきのさ、カエルのさ、頑張りでさ、やばい、やっちった。確かなんかなかったっけ。死んじゃった。死んじゃった。死んじゃった。初めて死んじゃいましたね。初めて死んじゃった。ここはね、下からいっぱいあれが飛んでくるんで、止まんない方がいいんですね。止まるとあんな感じで死んじゃうんで。危ね。これファイヤー。危ね。危ない。さあ次ですね。次は一回やってみましょうか。ここですね。問題はここがすごい難しいんですね。だからここで基本的になんかピーパタを使っていくって感じですね。使いましょうか。ここはピーパタ使いましょうか。ここのためにこのピーパタがあるんですね。ここのために。ここはね、みんなステージみたいな、これ強制スクロールプラスなんだっけ、そう、高速線。ここが本当に難しいんだ、ここが。ここは当時も小学生とか泣いちゃったんじゃないかな。だからこの P パターンがありますんで、なんだっけ、無理ではないんですよね。これ使えば簡単ですからね、P パターン使えば。で、一番笑えないのが P パタでボスまで行って、ボスまで行って、ボスでやられるっていうのは一番最悪なパターンですよね。なんだっけ、P パタ使ってボスまで行って、P パタはずっと飛べるっていうあれですね、アイテムですね。だからこの P パタが、なんだっけ、かなりお助けアイテムですよ。来ましたね。戦いですね。危ない。マジか。危ないそう、こんな感じだよ。なんだっけ、油断して、なんだっけ。危ない。完全に油断でしたね。さあ、こっからがステージのクリア型ですね。で、こっから羽を使っていきましょう。まずは飛びます。ね、飛びますですね。あれ。で、これですね、飛んでいくと。あとこう、3アップですね。3アップ。で、さらに次も飛んでいきます。ここも飛んでいきます。ひでえな、今の。ドスもひでえな。
でこれ飛んでいくとギリギリもうなんだっけ、ラストまでいけますね。面白い。はい、こんな感じです。はい、クリア。ここはね、飛ばないとね、かなり難しいですね。飛ばないと。飛ばないでいくとなると、なんだっけ、かなり難しいステージですね。で、ここは、ちょっと裏技がありますね。裏技。隠しですね。隠し。なんと、落ちるですね。なんと、これ落ちていくと、こんな感じで、なんと、裏側があるって感じですね。ここも飛んでった方が早かった気がする。はい、こんな感じですね。で、次、砦。ここですね。ここがすごい難易度が高いんで、さっき手に入れた、これですね、雲。これ使います。そう、なんと、はい、砦を突破できますね。砦をなんと突破できます。砦を。で、来ました。はい。あれがクッパ城ですね。そう、これが、そうです、もうマリオ3になりましたね。奥にはクッパ城です。なので、最終決戦の、来ましたね。さあ、来ました。最終防衛システムですね。ここが最終防衛システムです。これも当時の子供たちはクリアするの大変だったんじゃない？ただここもね、慣れると大体パターンが分かってますからね。来週はマリオワールドをやる予定になってます。マリオワールドの全クリですね。本当のマリオワールドの96データを作る予定になってます。だから来週では終わらないかもしれませんね。来週ではだから2週間とか3週間やって最強のデータをね、最強とか全クリのデータを作る予定だった。もうボスですね。はい、OK。さあ、いよいよ最終ステージですね。いよいよ最終ステージになりました。来ましたね。クッパ城です。クッパ城。今ミスりましたね、思いっきり。裏来ますよ。スターロードでしょ。行きますよ、もちろんスターロードに。やっちまった。やっちまった。やっちまった。ここで無限ワンナップですね。ここのワンナップは毎回来るたびに取れます。だからワンナップ取れれば、なんだっけ、やっちゃった。使いましょうね。使います。カエルスーツ。ね。もちろん使いますよ。最終決戦ですからね。カエルスーツは突撃ですからね。あれこれ突破できんのか待って、最初突破できんのかこれ。突破できんのかこれ。はい。無理だ、やっぱり。ねえ。もう、みんな、無理に決まってんじゃねえかよ。最初のあそこどうやって突破すんだよ、カエルスーツだよ、本当に。ね、どうやってカエルスーツ突破すんだよ、あそこ。みんな鬼畜なんだから、本当に。どうやってあそこ突破すんだよ、カエルスーツだよ、本当に。カエルはダッシュができないです、ダッシュが。ね、ダッシュが使えませんからね。あっぶね、やっちまった。
あ、マジか。やっちまいましたね。ここクッパの炎が来るところですね。ちなみにハンマースーツ、ハンマーブロスーツだとクッパ倒せますね。それで開きました。これはクッパを下に落とせば勝ちですね。簡単に。あ、危ない危ない。クッパを下に落とす感じです。この BJ もいいですよね。あ、マジかマジか。今のは予想外だった。あやっちまいましたね。あ、そうだ。じゃあちょっとみんなにそうだね、ピーパタでいきましょうか。ごめんなさいごめんなさい、今本当にごめんなさいね。今ね完全にバカやりました。ちょっとピーパタでちょっといきましょうか。ちょっと上行きましょうか。いや今多分ね反射神経なんで、反射的に避けたってやつで、反射的に避けてしまったってやつですね。さっきほら上に行けましたよね。だから上にちょっと行きましょう。これ上に行けるんですよね。さっきほら上に行こうとしてたでしょ。上。いやーさっきのはひどかったね。さっきのは本当にひどかった。ピーパタで行くとこんなステージに行けるってやつですね。だからちょっと速くなるんですよこれ。さあ来ました。これみんな気がつきました？さっきのステージと比べると足場がほら落ちる場所が狭まってるんですね。だから実は難易度はさっきあっち行った方が難易度は低いってやつですね。あ、マジか。あ、やっちまった。あ、やべえ。ちょっとミスりましたね。あ、ぶねえ。今疑惑の判定ですね。今超疑惑の判定が起きましたね。あ、マジか。やっべえ。マジか。下手くそすぎる。下手くそすぎる。下手くそすぎる。ね、決して見せプレイしやったわけじゃないですよ。ね下手くそすぎる。完全にただ下手くそですね。決してなんだっけ11時までちょっと時間があるんでなんだっけ余裕持ってやってるとかそういう鬼畜な所業やってませんからね。
もう勝てる気がしねえんだけどね。もうすでに勝てる気がしないんだけどね。下手くそすぎるやろ話ですね。あ、マジか。あれなんか下手だなあれこんなにやられたことないんだけどなあれねえ、決してなんだっけ11時まで引き延ばそうとしてるとかそういうことはありませんからね。まあ、単純に私が下手くそに年取って下手くそになってるだけですね。危ねえ。いや集中力は大丈夫ですね。じゃあただ下手くそなだけですよ。なんだっけ、腕はないですからね。腕はあれファッション取る。よし、これで一回止まりましょうか。これ OK ですね。よし、この技を倒しますよ。この技倒しますよ。あぶねえ。なんだそのブーメランみたいな動きは。クッパってあんなブーメランみたいな動きしたっけ。クッパってあんななんか超ブーメランみたいな起動した今そっちに驚いてるよ。あ、やばいやばいやばい。ここにいてあれか、落ちればいいな。よし、よっしゃ、やりましたやりました。ドドゥンっつってね、落ちましたね。落ちたな、メガトンコインですね。やりました。やっとピーチ面再開できましたねよかったよかった。クリアできなかったらなんだっけ、何やってんねんって話になりますけどね。ありがとう、やっとキノコの世界に平和が戻りました、おしまいっていう NKT ですね。これ垂れ幕が下がるって感じですね。いやー面白いですね、やっぱり。やっぱマリオブラザーズ関係は本当面白い。スーパーマリオブラザーズシリーズがやっぱ長年愛されるっていうのは分かりますね。ただやっぱファミコン版はちょっと難しいかもしれませんね、今やってみると。ファミコン版はマリオワールドぐらいからかなり難易度が下がりましたよね。ただ難易度が高いんだけど、なんだっけ、繰り返しやっていくと攻略コードが見つけられるし、あとはお助けアイテムとかもいっぱいありますんでね。この中で地蔵マリオとかね、あとはなんだっけ、ハンマーマリオもありますんでね。いろいろありますからね、本当に。個人的に好きなステージはワールド4ですかね。ワールド4だと敵がなんだっけ、大型大きくなるんで、大きくなるっていうステージがまた面白かったですね。これは多分今やっても面白いですよね、今やっても。はい、ジエンドって感じですね。これで終わりですね、確か。あとは何もないはずですね。
確かにファミコンの性能を限界まで発揮して多分作ったのはこのスーパーマリオブラザーズ3だと思いますね。だからアクションとかそういったものの多分本当に完成形ですか、ファミコンでいう容量が確か4メガビットだっけ、なんだっけ、メタルスレダーグローリーとか8メガビットってもっと容量高いんですが、多分アクションゲームとしての完成度はやっぱこれが多分ファミコンとしてある意味完成形なんでしょうね。そうですね、何回でもできますよね。何回でも何回でもプレイできるほど本当に名作だと思います。じゃあそろそろ総括しましょうかね。どうでしたか、今回初めて、ゲーム実況をしてみました。第1回任天堂ゲームソフトを全て、実況するというプレイのゲームになってます。で今回は、テレビゲーム15、ブロック崩し、マリオブラザーズ、スーパーマリオブラザーズの1の、裏ステージまでやりましたね。で最後に、スーパーマリオブラザーズ3も、クリアしました。面白かったですかね。よろしければ来週は、スーパーマリオワールドをやる予定になってます。96ですね。要は全ステージをクリアするというのをやりたいと思います。なんだっけ、多分3時間では難しいかもしれませんので、来週と再来週あたりはやる可能性があります。あとよかったら、なんだっけ、チャンネル登録よかったらね、お願いいたします。ごめんなさい、嵐防止のためにコメントできる方はチャンネル登録者のみになってますので、よかったらぜひチャンネル登録お願いいたします。行きますよ、福岡農業センター。もちろん裏ステージも行きますのでね、ご安心してください。裏ステージもワールドはやりますので安心してください。なのでよかったらチャンネル登録お願いいたします。毎週、土曜日はガンダムの雑談をやって、日曜日はゲーム実況やっていきますのでね、よかったらぜひともチャンネル登録お願いいたします。多分今回チャンネル登録していただくと土曜日の雑談に間に合いますのでね、あとなんだっけ、来週のゲーム実況に 100% 間に合いますのでね、よかったらぜひチャンネル登録お願いいたします。あとよかったらね、皆さんガンダムの解説動画も見ていただければ助かりますので、よかったらお願いいたします。じゃあ今日からね、毎週日曜日は仕事が入らない限りね、もしかしたら仕事が夜に入った場合には日曜日のお昼にやる可能性もありますのでね、その時には本当に申し訳ございません。仕事の都合なので、ちょっと仕事に夜が入った場合にはいきなりスケジュール変更してなるべく中止はなくしますので、なんだっけ、日中とかやる日曜日の日中はなんとか来ていただける方が多いと思いますのでね、日曜日の日中になる可能性もありますのでね、その時には本当に申し訳ございません。仕事の都合でちょっと分かりませんのでね、なんだっけ、いつ呼び出し食らうか分からない仕事やってますので、もしかしたら夜とか、なんか、例えばこれから選挙が始まったりすると、夜とか、農業生産ナイスパーありがとうございます。なんだっけ、ちょっと分かりませんのでね、その時には本当に、なんだっけ、申し訳ございません。なので、なるべく、中止はしないようにしていきますのでね、ご了承ください。ありがとうございます。次週行きたい。次週はマリオワールドになっております。次週はスーパーファミリーコンピューターの、マリオワールドを、全ステージ、だから96ですね、を目指して、プレイするっていう放送になりますのでね、よかったら、来週も来ていただければ助かりますので、よろしくお願いいたします。はい、では今回はね、これで終わりたいと思います。長々とね、下手くそなプレイ付き合い、本当にありがとうございました。よかったら、来週もご来場ください。よろしくお願いいたします。はい、皆さんお疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。